こんにちは、斉藤直樹です。10代、あずかさんからの質問です。斉藤直樹先生、はじめまして。いつも楽しく動画を拝見させてもらっています。早速なのですが、私が質問させていただきたいことは2つあります。1つ目は、落書きや練習ではある程度描けるものが、いざ一枚絵を描こうとすると思うと、思うように描けなくなってしまい、結局正面のバストアップに逃げてしまうことについてです。私は普段、アナログとデジタル、両方を活用して絵を描いていて、その両方に言えることなんですが、ラフや落書きではさらさらと描けていたはずの体が、いざ一枚絵を描こうとすると、どこかしらに違和感がある体になってしまいます。これは私の知識、経験不足という点もあるでしょうか。模写やクロッキー、イラスト系の動画を見るなど、自分なりの解決法を模索していますが、なかなか改善しません。何か改善方法があれば教えていただけると幸いです。二つ目は、去年の12月半ばあたりから X のいいね数や、そもそも見てもらえている数が少し減少してしまっていることについてです。もともとたくさんいいねがついていたわけではないのですが、11月、12月初旬あたりはありがたいことにいいね数が2桁に達することが多くなっていました。ですが、12月半ばあたりから2桁に達することがほとんどなくなってしまいました。それでも変わらず、いいねを押してくださっているフォロワー様には感謝しかないのですが、それでも実際に数字が減ると落ち込んでしまうのも事実です。投稿頻度や時間などはほぼ変えておらず、心当たりがありません。それについても何かわかることがありましたら教えていただけると幸いです。長く読みにくい文章だとは思いますが、ここまで読んでくださりありがとうございます。すでに先生が動画で紹介されている内容、また文章に不手際がございましたら申し訳ありません。参考程度に私の X アカウントを以下に添付しておきます。あずかさんのイラストの紹介。はい。ということで、あずかさん、ご質問ありがとうございます。まず早速、あずかさんの作品の紹介していきますね。はい。最初の作品。こちらはゲームグノーシアのキャラクター、シャーミンのファンアートですね。緑髪とゴーグルが特徴的です。切れ長の目もね、うまく表現されていて、はい。いい表情描けてると思います。はい。そしてこちらの作品。こちらは悪魔執と黒い猫に登場するボスキアリーナスというキャラクターみたいです。ちょっとね、存じ上げなかったので調べてみました。三つ編みがね、すごく特徴的で、検索したら三つ編みにしている描写はパッと見なかったので、おそらくあずかさんのアレンジなんだと思います。はい。そして次の作品。はい。こちらもタグがついていたので調べたところ、スマホゲームミリオンダラーボーイズのキャラクター、ミカのファンアートだと思います。はい。口に加えたバラが特徴的です。ちょっとね、下向きの目線が良い味を出していますよね。そして最後。こちらはモバイルゲーム、ツイステッドワンダーランドのエースのイラストですね。はい。服のデザインがね、いいですよね。ということで、あずかさんのアカウントを見ると、ものすごくね、たくさんの絵を頻繁に投稿されていて、まずね、率直に思ったのが、この人本当に絵描くの好きな人なんだな。絶対に上手くなれる人だなって思いました。っていうのは、絵を好きって言ってる人も2種類あってですね、絵を好きって言ってるんだけど、実際には全然描かない人と、なんだかんだ言ってたくさん絵をずっと描いてる人。このね、2パターンに分かれます。これね、当然なんですが、なんだかんだ言っても、絵を結局描かない人は上手くなれませんし、なんだかんだ言っても、絵をずっと描いてる人は、絵が上手くなれるんです。上達がね、効率的かどうかっていう問題はあるにしろ、結局はね、最終的には描くか描かないか、上手くなれるかどうかの差なんてね、この一点に集約するんです。あずかさんはこの一点において、まず間違いなく上手くなれる人なので、その点はね、ぜひ自信を持ってくださいね。はい。その上で実際にあずかさんのお悩みに答えていこうと思います。まずね、ついついバストアップのイラストに逃げてしまうっていうお悩み。はい。こういうイラストですよね。はい。ついついね、描ける絵に逃げてしまうっていうのはね、ちょっとわかる気がしますね。そして2点目は、なぜかいいねが減ってしまった。心当たりもない。どうしようっていうお悩みについてです。はい。この2点について具体的に解決法をお伝えしていこうと思います。早速行ってみましょう。ポーズに感動していないことが問題。まずですね、結論言っちゃいます。あずかさんはついついバストアップのイラストに逃げてしまう。模写やクロッキーの練習はしてるんだけど、違和感を感じてついついいつもの正面顔に戻ってしまうって言ってるんですが、これね、別にバストアップのイラストかどうかとかそういう問題じゃないんですよ。あずかさんの問題はですね、もう少し根本的な部分にあります。それはですね、あずかさん、あなた、ポーズに全く感動してませんよね。はい。これがですね、多分核心の部分です。
絵を描くとき、おそらくあずかさんは、このキャラ好き、私の推し最高というキャラ愛 100% で絵を描き始めていますね。はい。グノーシアのシャーミンくん好き。だからこの絵描こう。ツイステのエースが本当に好き。だからエースの顔描こうって具合です。いえ、それがね、別に悪いわけじゃないんです。むしろ、スタートとしてはそれでいいんです。ただですね、イラスト、初心者さんの場合は、そこで一旦満足できるんですが、あずかさんのように何度もその工程を繰り返していると、徐々に自分のその描いた絵に飽きてしまうっていうことが起こり始めます。というのは、キャラクターを何度も変えて描いたとしても、全部のキャラクターが胸から上だけの顔だけのイラスト、最終的には結局似たり寄ったりのイラストになってしまう。そういうことにね、飽きてしまうっていうことが起こり始めるんです。はい。あえて言わせてもらいます。おめでとうございます。ここがですね、イラスト初心者を脱出できるかどうかの関門になってくるんですが、あずかさんは10代にしてこの関門に到達できたということです。はい。ここはですね、凹むところじゃなくて、むしろ喜ぶべきところなので、まずは自分の成長をね、喜んでくださいね。はい。じゃあ、ここからどうやってさらに成長を遂げればいいのかっていうと、バストアップのイラストをやめるっていうのも手としてはあるんですが、実はですね、それって本質じゃないんです。あずかさんの問題は、キャラにね、感動してる一方、ポージングについてはですね、全く感動を感じていないところにあるんです。はい。あずかさんの絵はですね、キャラクターはそれぞれよく描けているんですが、このポーズかっこいいっていう絵が全くないんです。それは、あずかさんがそういう才能がないからではなく、ポーズのかっこよさを想像する前に、キャラ愛だけで突っ走ってしまうことが原因です。初心者の段階はね、それでも全然いいんですが、ここまで来たらね、かっこいいポーズにも目を向けてみると、さらにね、満足できる絵が描けるようになると思います。はい。なのでですね、ポージングをかっこよくする練習してみましょう。僕がおすすめするやり方は、こういう自撮り棒を使ってね、自分でポージングを取りながら、どういうポーズが絵に映えるのか、絵の見栄えがするようになるのか実験することです。なので、この練習をする場合、こういうね、自撮り棒買ってください。こういう三脚がついていて、でね、こういう遠隔のスイッチがついているのがおすすめです。一応ね、Amazon リンクを概要欄に貼っておきますね。2、3000円で買えるものなので、そんなにね、高いものではありませんが、これがあるとですね、かなりポージングの練習になると思うので、費用対効果は抜群に高いと思います。はい。やり方は簡単です。まずね、机の上に自撮り棒をセットしたら、スマホの画面をこちら側に向けてセットしましょう。自分で画面がね、見えるようにセットすることで、自分で画面を確認しながら、ポージングを確かめることができます。そしたらね、もう何でもいいので、ポージングを決めてみましょう。そうですね、例えば人差し指を立てるポーズとかでもいいです。ポーズを練習する場合、動画を回すのを忘れないでください。写真でもいいんですが、写真の場合ですね、バッチリ決まった構図の時に、シャッターを押すという作業が発生します。慣れていればね、ポーズをした反対の手とかで全然できるんですが、最初のうちはですね、どのポーズがいいのかどうか、その場で判断するのが結構難しいので、もう全部をね、動画で撮ってしまうのがいいです。はい。じゃあ実際に動画撮ってみますね。はい。構図はですね、バストアップの構図で全然構いません。自分が、これかっこいい。感動できるポーズを撮ってみましょう。はい。コツはですね、3つポイントがあります。1、少し下から撮る。上から撮る。まずですね、かっこいいポーズ、かわいいポーズ、どっちにも言えることなんですが、結構ね、ど正面からっていうのは、なかなかね、絵になりづらいです。カメラをセットする際に、ちょっとね、実際には少し目線より上から、あるいは下から狙うようにしてみてください。こういうね、三脚付きの自撮り棒があると、好きな位置でカメラを固定することが簡単にできます。はい。今回は少し上から、俯瞰構図でね、カメラを撮ってみましょう。はい。そしたらですね、さっきも言ったように、指を1本立てた絵にしてみましょうか。はい。ここで2つ目のコツです。前後感を出してみよう。これはですね、絶対ではないんですが、手っ取り早く見栄えのするかっこいいポーズを取るためのコツとして、前後感があると思います。例えばこのように、一本指を立てるポーズにしても、手をね、体から少し離して、カメラにぐいっと近づけることによって、カメラに迫るような、迫力のあるポーズを簡単に作り出すことができます。指のね、反り具合とか、カメラへの近づけ具合は、動画を撮ってるのでね、ぜひいろいろこの時点で試してみてくださいね。体を少し傾けるとかしても、かなりニュアンスが変わってくると思います。はい。というところで、コツの3つ目はね、少しレベルが高くなるので、後で改めて解説することにして、ここまで使ったものを使って実際に絵を描いてみましょう。今撮った動画を改めて再生して、かっこいい瞬間を自分で探してみてください。
これポイントなのは、言うまでもないことなんですが、その動画そのものがかっこよくなくても全然大丈夫です。っていうかね、普通にこう自分の部屋で撮ってると思うので、部屋着でね、スウェットとかパジャマとかでね、動画を撮ってる可能性が高いと思いますが、あくまでこれは、これから描くキャラクターのポージングの参考画像です。なのであなたが見るのは、その写真そのものを見るのではなく、想像力をね、ここでフル回転して、今撮った画像の奥側に自分の推しの姿をね、一生懸命思い浮かべながらね、写真を見てください。あのキャラクターがこのポーズ撮ったらかっこよさそうだな。そう思いながら、ベストな瞬間を探し当てるんです。ここです。ここかなり良さそうですね。はい。ベストなポージングが見つかったら、このポーズを参考にして、今まで通りイラストを描いてみてください。はい。こんな風に。はい。僕もね、ラフだけですが、簡単にね、イラスト描いてみました。今撮ったポーズも、胸から上のバストアップイラストですが、今度は、キャラクターそのものが好きという視点に加えて、ポーズがかっこいいという視点、感動が加わった絵になるので、今までよりもさらにかっこよくて、見応えがある絵にできること間違いなしです。ポージングがね、含まれる分、考えることはぐんと増えてしまうんですが、その分ね、絵を描く楽しさもぐんとアップすると思うので、ぜひね、こちらのチャレンジやってみてくださいね。3、体重を預けてみよう。さて、さっきは触れていない3つ目のポイント。これも解説していきます。3つ目のポイントはですね、これはさっきよりも少し上級編になるので、さっきまでの流れを何度かやってみて、それでも飽きてしまった場合、もっと違うポーズを描きたくなった人におすすめなやり方です。それは、体重を預けるです。これはかなり応用が効くポージングの思考方法です。例えばこんな風にですね、上半身メインの構図を描くにしても、どこかに体重を預けると、絵として少し生っぽい表現だったり、キャラクター性を引き出すことができます。ちょっとね、膝にこう腕をつけて、頬杖をついているなんていうのは、かなりね、絵になる構図だと思いますね。はい。こんな風に。で、さらに余裕がある人はここに動物を1匹描き入れてみましょう。はい。動物は何でもいいです。キャラクターの後ろに犬や狼を描き入れるのもいいですし、こう肩の上にね、ハムスターとかリスとかちっちゃいのを乗っけてみても可愛いと思います。あとはこんな風に頭の上にカラスを乗っけちゃってもいい感じですよね。はい。こんな感じで。これはね、さっきの応用編になってくるんですが、体重をどこかに預ける。そしてね、おまけで動物を1匹追加してみる。この2点のどちらか一方、あるいはこの2点を同時に意識すると、これね、絵を描くのは飛躍的に難しくはなるんですが、あずかさんは成長が早そうなので、さらに先のステップをね、先んじてお伝えしました。もしね、さっき紹介したステップに飽きてきたら、次にチャレンジするステップとして頭に入れておいてくださいね。5年間、いいねを気にするの禁止。さて、ここまで具体的な絵の向上方法、練習法についてお伝えしてきたんですが、僕が成長途中のあずかさんに何よりもお伝えしたいことがあります。それは、いいですか？よく聞いてください。ここから5年間、いいねを気にするの禁止です。はい。いいね気にしないでください。今から5年間、いいねを気にするの禁止です。少なくともですね、今のあずかさんが、いいねを気にするメリット、1ミリもありません。もう特にですね、あずかさんが気にされているように、いいねの数について考えることは、もうね、論外です。むしろ成長の邪魔でしかありません。なぜかというと、今、あずかさんはいろいろな考え方、いろいろな知識、いろいろなものの見方を吸収して、もうスポンジみたいに膨れ上がる時期なんです。必要なもの、必要でないもの、もういいことも、時には悪いことも、もうどんどんですね、吸収して、ものの見方、価値観を広げていって、一つの事柄でもね、見る角度や見る人が違ったら、どう見え方が変わっていくのか、全部を学んでいく必要があると思います。そんな中でね、いいねを気にしてしまったらどうなるかっていうと、これはね、もう悪影響しかありません。視野がね、ものすごく狭まってしまうことになるからです。これからどんどんね、自分を拡張して広げていかなきゃいけないのに、これだといいねもらえないんだ。これみんな好きじゃないんだ。そのね、自分が広がっていく勢いを、スパーンとそこで止めてしまって、むしろね、こう、シューンって、ちっちゃな枠組みの中で、もうどうでもいいちっちゃいことを、うじうじ気にしてしまうような、そういうね、危険性があります。おそらくですね、あずかさんは X でね、絵を投稿されているので、X のいいねを気にされていると思うんですが、そもそもですね、X でいいねがもらいやすい絵っていうのは、あくまで X で評価されやすい絵っていうだけです。その他の世界にその作品を出して、それが評価されやすいかどうかっていうのは、これはね、全く別問題なんです。
もうなんならですね、作品の良し悪しではなく、プラットフォームの運営が決めたアルゴリズムで、いいねの増減が決まってしまう。そういうことすらよくあります。さっきね、11月、12月はいいねが少なかったっておっしゃっていましたが、それが原因なんじゃないですかね。で、そんな中でですよ。前回は1000いいねだったんだけど、今回は2000いいね取れた。だからこっちの方が作品の価値としては高いんだ。いいねなんだ。だって2000いいねだもん。なんて評価するのは僕はね、間違ってると思います。ましてやあずかさんは、先週20いいね取れてたんだけど、今回は5いいねだった。とかね、そういう段階です。そんな段階でですね、いいねを気にすることは、これね、全くのナンセンスです。あずかさんのここからどこまででも広がっていく世界をバーン自分で閉ざしてしまう行為に他なりません。これね、間違ってほしくないのは、5いいねとかね、20いいねとか、そういう段階の人をバカにしたいわけじゃないですよ。むしろ、その段階だからこそ、自分のこれからのね、可能性に蓋をしないでほしいっていうことなんです。今ね、まさにめちゃめちゃ成長できるチャンスなのに、そのチャンスをですね、X や一つのプラットフォームのいいねの増減だけで価値判断を測るようなことは絶対にしないでください。いいねがつきやすいような、パッとね、目につきやすい価値判断もあれば、いいねは全くつかないんだけど、地味なんだけど、絶対にこれは美しいなっていう価値観も一方ではあるんです。どうしてもですね、X とか SNS で評価されやすいのは、パッと目につく価値なので、そこにね、どうしても囚われがちなんですが、今の段階ではですね、地味なんだけど、絶対にこれは美しいな。そういう価値基準も一緒に学んでいくことが重要です。なぜかというと、いいねだけを気にしてね、パッと目につくような表現だけを追い求めていると、これね、人の評価だけが価値基準になっていっちゃうので、書いていくごとにね、どんどん絵を描くのが辛くなっていってしまうからです。今回はいいねもらえるかな？ちょっともらえそうにないな。もうね、それだけで頭がいっぱいになっちゃうんですね。もしね、プロとして描いていくなら、その見方も一方では大事にしなければいけませんが、でもね、そもそも絵は楽しく続けられなければ上手くなりません。成長のチャンスの今だからこそ、他人のいいねだけを基準にするのではなく、別に誰からも評価されないんだけど、絶対にこれは自分はいいと思うんだよね。そういう評価軸が根底にあった方が、絶対に絵を描くことが楽しくなりますし、結果的にはね、そっちの方が絵の上達の近道になると思います。もう一度言います。あずかさん、これから5年間、いいねを気にするの？ブブー。禁止です。先週は20いいねだったけど、今週は2いいねだった？ 3 いいねだった？そんな時は、こう思ってください。くだらねえ。お前ら私の今回の絵の良さがわからねえのかよ。視野狭すぎだろ。私はお前らの絵の評価なんて気にせずに、次はもっと新しい、お前らがもっとついてこれねえような新しい絵を描いてやるからな。ついてこれるならついてきてみろよ。ってな感じで。はい。あずかさん、いいねにとらわれずに、どんどん成長していってください。応援しています。頑張ってください。ということで、いかがだったでしょうか？今回はバストアップイラストを改善する方法、そしていいねについての考え方を紹介してみました。はい。お伝えしたんですが、斉藤さん、それは分かってるんですけど、いいねは気にしなくてもいいっていうのは100も承知なんですけど、でもね、いいねも欲しいんですよね。はい。そういう声もね、ちょっと聞こえてきそうなんですよね。はい。それもね、一方では分かります。なので、そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削152がおすすめです。もうね、いいねが欲しいなら、顔が良けりゃ、いいねは増えるんじゃ。はい。なのでですね、この動画を実践してみてください。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。